ムスリムは難解な事象、ムタシャービフにどう向き合うべきか。そして、それらを明確な説とどのように関連づけるべきでしょうか。以前述べたように、難解な事象、ムタシャービフは複数の解釈の余地を含んでいます。不信仰を望む者は、自らの不信仰を正当化するために、それを自分の都合の良いように解釈します。イブン・アル・ワズイル・アル・ヤマニーは、次のように述べています。疑念や不信仰の原因は、人間がその知識を完全に把握しておらず、その真意、タウィールを知らない、難解な事象に固執することにある。人々にとって理解しがたい事象が生じたとき、迷いを望む者はそれに従い、自分の欲望のままに解釈して、明白な真理、ムハカムを捨て去ります。これに対し、信とムーミンの取るべき態度は以下の2点です。それがアッターの大元からのものであると受け入れる、委ねる。難解な事象を、明白な真理へと寄付、参照させる。では、難解な事象を明白な真理へと寄付させるとはどういう意味でしょうか。それは、意味が理解できない部分を、すでに理解できている確固たる部分に照らし合わせて理解するということです。イスラームの方、シャリーアと宗教から具体例を挙げてみましょう。例、聖クルアーンの解釈。アッター、力と栄光あるお方はクルアーンの中で次のように煽っています。誠に、クルアーンを信じる者、ユダヤ教徒、キリスト教徒、そしてサービア教徒の中で、アッターと最後の日を信じて善行に励む者は、主のおもとで報奨を得るであろう。彼らには恐れもなく、悲しむこともない。メウシ書62節。この一節、アーヤは、ある意味で、難解、ムタシャービフです。なぜなら、経典の民、ユダヤ、キリスト教徒やサービア教徒が、神を信じ善行を行えば、恐れも悲しみもない、救われると記されているからです。しかし、ここで疑問が生じます。ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれが使わされた後において、彼らはムハンマドの預言者性を信じる必要があるのでしょうか。それとも自分たちの預言者を信じるだけで十分なのでしょうか。この説だけでは、の点への答えが明確ではありません。ただ、信じて善行を行えば救われるとあるだけです。ここで事態が紛らわしくなります。そこで信徒はどうするのでしょうか。信徒は単純に、この難解な部分を、明白な真理、ムハカムへと寄付させます。この問題における、明白な真理、ムハカムとは、アッターの次のお言葉です。イスラーム以外の宗教を求める者は、決して、アッターに受け入れられない。また来世において、そのようなものは失敗者の類となるであろう。イムラーン一箇所85節。したがって、最初の説の意図はこうなります。預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれが使わされた後は、彼の預言者性を信じない限り、いかなる人間の信仰も受け入れられません。このように、最初の説、ムタシャービフを2番目の節、ムハカムに照らし合わせることで、矛盾や問題は解消されます。難解だったものは、明白へと変わり、最初の説が意味する、救われるための信仰とは、ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれへの信仰を指しているのだと理解できるのです。預言者ムハンマドが使わされる以前であれば、それぞれの預言者を信じるだけで十分でした。こうして、難解な事象を、明白な真理に寄付させることで、疑問は消え去り、クルアーンのすべてが、明白な真理、ムハカムとして整うのです。イスラームにおいて、太陽は本当に、濁った泉に沈むのか、という疑惑。迷いを持つ者たちの手法、明白な真理を無視し、難解な事象をよりどころとする。しかし、ここで心に迷いや邪念、アフワーを持つ者たちが現れ、難解な事象、ムタシャービフをあえて教えの根幹、アスルに据えようとします。彼らは、すべての人々がムハンマドブン・アブドゥッター、彼にアッターの平安と祝福あれの預言者性を信じなければならないという、明白な真理、ムハカムを意図的に無視するのです。このような迷いの中にある者たちは、難解な部分ばかりを追い求め、経典の民、ユダヤ、キリスト教徒は預言者ムハンマドを信じる必要はないと断定します。しかし、このような主張は明白な不信仰、クフルであり、二人のムスリムの間で意見が分かれることのない確固たる事実です。これこそが、あらゆる時代の無神論者や邪念にとらわれた者たちの手法であり、彼らは決定的な真理、ムハカムを捨て、難解な部分、ムタシャービフだけで満足するのです。もう一つの例、太陽の沈没に関する難解な記述。聖クルアーンの中にある別の難解な事象を例に挙げましょう。アッターは次のように煽っています。彼、ズル・カルナインが日の沈むところにたどり着いたとき、
太陽が濁った泉の中に沈むのを見出した。見つけた。洞窟章86節。ここで、ズル・カルナインは太陽が濁った泉、アイン・ハミアに沈むのを見出しました。彼が見出した、見つけたというのは、つまり、彼の目にはそのように映ったという意味です。しかし、ある者はこう言うかもしれません。太陽は日没時に、物理的に本当に濁った泉の中に入っていくのだと。この疑惑、シュブハに対する反論は何でしょうか。明白な真理、ムハカムを見れば、その答えは地図と明らかになります。明白な真理は、太陽は休むことなく軌道、ファラクを運行していると教えています。彼、シュこそは、夜と昼、太陽と月を作られたお方である。それぞれは、軌道の中を泳いで、運行している。預言者章33節。従って、難解な事象を、明白な真理へと寄付、照らし合わせさせれば、すべてが明白、ムハカムになります。理解が紛らわしい事柄であっても、明白な真理に照らせば、即座に疑問は解消されるのです。しかし、迷いや脱落を望む者は、明白な真理を無視し、難解な部分のみを追い求めます。そして自分の欲望のままに難解な事象を解釈し、道を踏み外し、惑わされるのです。彼らは太陽が物理的に泉に沈むと解釈し、それを神の宗教に対する疑惑を煽るための口実に利用します。ここに、試練イクティバールと、神からの責務、タクリーフの意味が鮮明に現れています。正しい理解に努め、難解な事象を明白な真理に寄付させる者がいる。一方で、明白な真理を無視し、疑惑を維持するために難解な事象を自分勝手に解釈する者がいる。信仰を選ぶか不信仰を選ぶかは、人間に委ねられています。信仰を望む者は、宗教の正しさを示す決定的な証拠、経典の根幹生むアルキターブを見つめ、難解な事象を明白な真理へと寄付させるでしょう。不信仰を望む者は、難解な部分、ムタシャービフを追い求め、明白な真理を無視するのです。疑惑、なぜ人間は病気になるのか。信仰と不信仰の葛藤は、審判の日まで続く避けることのできない現実です。神とムーミンの視点は、明白な真理、ムハカムと、難解な事象、ムタシャービフに対して、最も賢明で、包括的かつ深い洞察を持っています。信徒が、人間という目に見える帳票、アーヤートを観察するとき、まずその想像の中に、明白な真理を見出します。細胞一つ一つ、臓器、機能、そして生命の躍動の中に、驚くべき神の帳票が満ち溢れています。例えば、細胞核の中にある40億もの文字、塩基対が織りなす圧倒的な秩序。これらすべては、明白な真理であり、信徒の確信、焼き印を深めるものです。そして信徒が、病気や試練、先天的な障害といった、難解な事象に直面したとき、それらをこの、明白な真理へと寄付、照らし合わせさせます。彼はこう考えます。人間の肉体の中にこれほど完璧な帳票を作り上げたお方が、病や試練を定めたのには、当然ながら深い知恵、ヒクマと試練、試験の意図があるはずだと。我、アッターは、あなた方を試練として、最悪と幸運とで試みる。預言者章35節。一方、無神論者は、難解な事象しか見ようとしません。彼らは常に、悪や災難を口実にして、圧倒的な大半を占める、明白な真理、完璧な創造から目をそらします。ここに信徒と無神論者の立場の本質的な違いがあります。信徒は、すべては完璧に整えられており、ムハカム、難解な事象、ムタシャービフが生じるのは特定の目的があるからだ、と言います。しかし、無神論者は難解な事象のみを追い求め、根幹である明白な真理を完全に無視します。彼らには心があるが理解せず、目があるが見ず、耳があるが聞かない。彼らは家畜のようなものであり、いや、それよりもさらに迷い去った者たちである。公壁章179節。それゆえ、信徒の視点の方がより賢明であり、より正しく、包括的で知識に裏打ちされているのです。イブン・アルカイム・アッターが彼に慈悲を垂れられますようには、難解な事象を明白な真理に寄付させる方法についてこう述べています。人影もない砂漠に生える植物に何の知恵があるのか、と問う者がいる。それはあなたの知性の限界、知識の終着点に過ぎない。その創造主がそこに込めた知恵や帳票がどれほどあることか。それは、地中や地上に住む、あなたの目には見えない野獣や鳥、生き物たちの糧となっているのだ。イブン・アルジャウズイ・アッターが彼に慈悲を垂れられますようにも同じ意味のことを述べています。私は論証によって、
主が賢明であられることを知った。しかし、私にはその知恵の理由、根拠をすべて把握する能力はない。故に、私は自らの無力を認め、主の御心に服従するのである。完璧に整えられたこの宇宙において、難解な事象が現れるのは、ひとえに神の知恵、ヒクマによるものなのです。ルネ・デカルトはその著書、生殺の中で次のように述べています。神が私により大きな理解力を与えなかったことに対して、不平を言う理由は微塵もありません。私の限られた知性にとって、理解できない事象が残ることは至極当然のことなのです。反抗する代わりに、神が私に与えてくださった計り知れない恩恵に対して、感謝を捧げるべきなのです。難解な事象、ムタシャービフに溺れる代わりに、明白な真理、ムハカムと数えきれないほどの、恩寵、ニヤマを思い出しなさい。もし、あなたが神から授かった恩寵のすべてに対して、その対価を支払わなければならないとしたら、と想像してみてください。もし、あなたに与えられた、明白な真理という恩恵に対して、負債を負っているとしたら、と想像してみてください。誓って言いますが、たとえ一生を授だ、礼拝の副礼に捧げたとしても、あなたに与えられた神の恩寵の一つに対してさえ、その恩を返し切ることはできないでしょう。明白な真理は存在し、難解な事象もまた存在します。万物における神の定め、スンナンは、責務、タクリーフであり、その責務における神の定めは、知恵の一部を隠すことにあります。勝者とは、自らが知っていること、明白な真理を用いて、隠された深遠なこと、難解な事象を推論するものです。一方、敗者とは、自らが知らないこと、難解な事象を盾にして、自らが知っているはずの、明白な真理から目をそらすものです。聖クルアーンの諸説も、宇宙の帳票も、そのすべては本来、明白、無ハカムなものです。一部が、難解に見えるのは、単に私たちの知識が乏しく、明白な真理の全体像を把握できていないからに過ぎません。なぜイスラムの真実性の証拠は、太陽のように、誰の目にも強制的に明らかなのではないのか。なぜ信仰と無神論の争いに終止符を打ち、すべての疑惑を一掃するような決定的な証拠がないのでしょうか。なぜ、例えば神を直接見ることができないのでしょうか。そうすれば、神論など消え去るはずです。なぜ、神からのメッセージが映像や音声のような形で直接届き、疑念を持つ者の口を封じないのでしょうか。回答。これまでの内容を深く、慎重に読んできた方なら、この問いへの答えは地図と理解できるはずです。宗教の正しさを示す、明白な証拠、ムハカムは、実際には太陽のように明らかです。むしろ、信徒の心の中では太陽よりも鮮明に輝いています。しかし、難解な事象、ムタシャービフが存在しなければ、それはもはや、神からの責務、タクリーフではなくなってしまいます。宗教の正しさを示す明白な諸説、論証、洞察、証拠は太陽のようですが、それらは、観察、探求、熟考、思索を通じて得られるものです。一方で、創造主をこの世で直接目の当たりにするような、強制的、不可避的な証拠、イマーン・イズティラーリーは、懲罰が伴う、信仰の目的ではありません。それは一種の、強制された信仰になってしまうからです。もし神を目の前に見れば、思索も観察もなしに信じざるを得なくなります。創造主の姿を見ていながら、どうしてその存在を否定できるでしょうか。このような、強制された信仰には、知的、精神的な営みが介在しません。したがって、それに対する報奨も罰も発生しないのです。創造主を見るというような強制的な信仰には、責務も、試練も、考察も存在しません。これは責務タクリーフの目的でも本質でもなく、本来の意味での信仰ですらありません。それゆえ、マッカの不信心者たちが、施策による信仰から強制的な信仰へと移行させるような証拠を求めたとき、アッターは、そのような証拠、奇跡が下れば、すべては決着し、現世は終わる、審判が下ると答えられました。聖クルアーンにはこう記されています。彼らはまた言う。なぜ彼、預言者に、一人の天使が押されないのか。もし我、神が天使を押したならば、審判はすでに決せられ、彼らにはもはや、猶予の眼差しも向けられないであろう。家畜章8節。天使が降臨してしまえば、ことは終わりです。天使を見た後で、一体どこに信仰の試練が残るでしょうか。だからこそ、アッターは続く説でこう仰いました。仮に我が彼、人を天使としたとしても、
我は必ず彼を人間の姿にしたであろう。そして彼らが、今抱いている疑念を、彼らに、再び抱かせたであろう。家畜章9節。たとえ彼らの要求が受け入れられ、決定的な奇跡が示されたとしても、それは複数の解釈の余地、含みを持つものでなければなりません。不信仰を望む者にとっては、ある程度の紛らわしさが残る形でなければ、試練、タクリーフが成立しないからです。天使が来たとしても人間の姿で現れるため、彼らは、ムハンマドに魔術をかけられたのだ、と疑念を抱く余地が残るのです。論証に、ある程度の紛らわしさ、難解さが含まれることは、信仰と不信仰が分かれるために不可欠な自然なことなのです。諸預言者の奇跡を熟考すれば、そこに、強制的な信仰を強いるものは一つもないことがわかります。不信心者は、たとえそれがどんなに愚かな言いかかりであっても、難解な事象を口実にして不信仰に止まろうとします。預言者の奇跡を目の当たりにしても、これは魔術だ、と言ったように、我は彼らが、今抱いている疑念を、彼らに、再び抱かせたであろう、彼らを混迷の中に放置したであろう。これは、迷い、難解な事象に対して、たとえそれがどれほど脆弱なものであっても、何らかの、正当化の理由が残されることを意味します。例えば、暗い種族の不信心者たちが預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれに、月を割ってみせろ、と要求した時のことです。実際に彼らの目の前で月が二つに割れた時、彼らは何と言ったでしょうか。彼らは、ムハンマドは我々に魔術をかけたのだ、と言い放ちました。このように、圧倒的な奇跡や明白な帳票であっても、迷いを望む者の心の中では、常に、疑惑、シュブハという名の口実が入り込む余地が残るのです。聖クルアーンにはこう記されています。彼らは、神の存在を示す、帳票を見ても、背を向けて言う。これはいつもの魔術に過ぎない。月章2節。真理や導きに従うことを目的とせず、ただ己の欲望、ハワーに従うことだけを目的とする者は、真理を、虚偽という衣で覆い隠そうとします。だからこそ、アッラーはこう仰いました。もし彼らがあなたに応じないならば、彼らがただ自らの欲望に従っているに過ぎないことを知れ。物語章50節。もし彼らが真理を求めていたのであれば、目の前の明白な真理、ムハカムや論証、帳票に対して謙虚に服従したはずです。しかし残念ながら、彼らは欲望を優先させたのです。知識のない者たちは言う。なぜアッラーは私たちに直接語りかけないのか、あるいは、決定的な帳票が私たちのもとに来ないのか。彼ら以前の者たちも、同じようなことを言っていた。彼らの心は互いに似通っている。難解であるのだ。我は確信を持つ人々のために、すでに諸々の帳票を明示している。メウシ章118節。有限の世界、外部への信仰と理性の役割。アッラーは確信を持つ人々のために、すでにその帳票を明らかにされています。そして、宗教の正しさを示す論証は、自分自身に対して誠実である者の目には、常に明白であり続けるでしょう。信仰の本質は、有限の世界、外部、目に見えない世界への信仰です。主を恐れる者とは、有限の世界を信じる者たちであり、メウシ章3節。しかし、この有限への信仰は、決して盲目的なものではありません。それは、理性的証拠、天性ヒトラーに基づいた論証、確信に満ちた証拠、そして、預言者性の正しさを示す決定的で伝承的な証拠に基づいています。信徒は自らの知性を働かせ、証拠を観察し、難解な事象、ムタシャービフを、明白な真理、ムハカムへと寄付させます。それによって、いかなる疑惑にも揺るがされない確信、ヤキーンに満ちた洞察を得るのです。こうして人は、主、清純なるかなに対して真の崇拝者となり、主を正しく知り、その命令と禁令に心から服従するようになります。真の信徒の姿。真の信徒は、アッラーの他に主はなく、彼が私たちを作り、私たちの向上、益のために、責務を課し、彼の知恵によって私たちの破滅を招くものを禁じられたことを知っています。主は万物の所有者であり、すべてのものを作り、聖地に定められました。これが誠実な信徒たちの信仰です。彼らは、読唱される啓示の言葉であれ、自然界に見られる帳票であれ、それが、明白なものでも、難解なものでも、それらに接するたびに信仰を深めていくのです。新しい章が掲示されると、彼らの中には、これで誰の信仰が増したというのか、というものがいる。だが信仰する者たちは、それによって信仰を増し、
喜び合うのである。一方、心に病、疑念のある者たちは、それによって汚れ、不信仰の上にさらに汚れを重ね、不信のまま死んでいくのである。介護書124から125節。